重っ。これ 3D プリンターで作った星なんですが、実は素材が金属なんです。だからこんなにずっしりとしていて冷たい。そしてこの形、実は皆さんもよく使っているチャット GPT と 3D CAD ソフトのフュージョンで作りました。この2つを使えば言葉だけでこういうカチッとした形が作れるんです。話題の画像から 3D モデルを作る AI だとこういう正確な形って苦手ですよね。だから今回はこの方法を選びました。 3D モデリングの経験がない方でも全然大丈夫です。それでは早速始めていきましょう。東京九段工作ラボオープンです。こちらの動画は JLCPCB さんの提供でお送りします。改めて今回の仕組みを解説します。話題の画像から 3D モデルを作る AI はカチッとした形や正確な寸法を作るのは苦手なんです。雰囲気重視のキャラクターを作るのには最高なんですが、今回のような正確な寸法が必要なパーツとは相性が悪いんですね。そこで登場するのがフュージョンのスクリプト機能です。実はフュージョンってマウスで操作する代わりにプログラムを読ませて動かすことができるんです。でもプログラムなんて書けないよ、そう思いますよね。そこでチャット GPT の出番です。アイデアを日本語で伝えるだけで裏側の難しい技術的なこと、つまりコードを書いてくれます。スクリプトって何？という方でも大丈夫。3D モデリングの経験もプログラミングの経験も一切不要です。つまり私たちがこういう形にしてって言葉で伝えて AI がコードを書いてフュージョンがそのコードの通りに作ってくれる。コードで動かすから直線は直線、平面は平面でカチッと出せるんですね。しかもフュージョンのデータとして残るので、後から穴を開けたりサイズを変えたり普通に編集できます。AI が土台を作ってくれて、その後のカスタマイズは自由にできる。これがその手法の最大のメリットです。では早速やってみましょう。チャット GPT を立ち上げます。今回は星を作ってみようかなと思って星の画像を用意しています。これをチャット GPT にアップロードしてプロンプトはこう書きます。この画像の星の 3D モデルを生成するオートディスクフュージョン用のスクリプトを作成して、たったこれだけです。はい、コードが出てきました。この出てきたコードどうすればいいのって思いますよね。こういうことも実はチャット GPT にどうすればいいって聞いて手順を教えてもらうことができます。でも今回は私の方で順を追って説明していきますね。それではフュージョンを開いていきましょう。フュージョンを開いたら上のメニューからユーティリティを選んでアドインをクリックしてください。そうするとスクリプトとアドインというウィンドウが開きます。ここでプラスボタンを押して新しいスクリプトを作っていきます。名前は好きなものをつけて大丈夫です。今回はスターメッシュってつけてみますね。言語が Python になっているのを確認したら作成をします。そうするとさっき作ったスターメッシュが一覧に出てきます。ここでファイルの場所を開くっていうリンクがあるのでこれをクリックします。フォルダが開いて中にスターメッシュ Py っていう Python のファイルがあります。このファイルを開くんですが、これがプログラムなんですね。ここでエディターというものを使います。エディターっていうのはプログラムを書いたり編集したりするためのソフトのことです。プログラマーじゃない方だと馴染みがないかもしれませんが、 Windows ならメモ帳、Mac ならテキストエディター、このファイルを右クリックしてプログラムから開くで選んでみてください。開くと最初から何か書いてありますよね。これはフュージョンが自動で入れてくれたサンプルコードなんですが、今回は使いません。全部選択して消してしまって大丈夫です。そしてさっきチャット GPT が生成してくれたコードをここにペーストします。保存したらフュージョンに戻ってスクリプトの実行ボタンを押します。はい、一瞬で星が生成されました。もしエラーが出た場合は焦らなくても大丈夫です。出てきたエラーメッセージをそのままコピーしてチャット GPT に戻って貼り付けて
こんなエラーが出たので直してって2、3回ぐらいやり取りすればちゃんと動くコードになりますよ。一発で成功しないとちょっとげんなりするんですけどね、ここは気軽に何回かやり取りしてみてくださいね。ちなみに今回チャット GPT は無料版を使っています。ログインもしていない完全に無料の状態です。2025年12月末時点ではログインしてなくても GPT5.2 が使えるようになっていますね。これは時期によって変わるかもしれませんが、無料でもちゃんとコードを書いてくれます。形ができたらここからは人間の出番です。金属プリント用にデータを整えます。特に大事なのが尖りすぎと薄すぎの修正です。金属 3D プリントは尖りすぎたり薄すぎたりすると製造できないんですね。今回は星の角を少し丸めてフィレットっていうんですけど、厚みもしっかり確保しました。あと普段 FDM で作るときは東京メーカーズっていう名前を入れてるんだけど、これだけ細かい文字は入らないので TKMS っていうイニシャルにしました。データ完成ですぐに発注といきたいところですが、金属プリントは失敗するとお財布へのダメージが大きいです。なのでまずは手元の 3D プリンターで試作します。今回はバンブーラボの A1 にお願いしました。出来上がったものはサイズ感もいいし穴の位置も OK。 こうやって物理的に確認できるのが 3D プリンターの良いところですよね。よし、これで安心して金属プリンターに発注できます。今回の金属プリントは JLC-PCB に発注します。このチャンネルを見てくださっている方は JLC-PCB ってあまりご存じないかもしれませんね。JLC-PCB はプロトタイプ作りやものづくりの実現を助けてくれる会社なんです。例えば電子基板、皆さんの身の回りにあるスマホ、パソコン、テレビ、こういった電化製品の中に入っている小さな部品がたくさん載っているあの板ですね。この基板の製造をウェブから依頼することができるんです。以前の動画で基板を発注したことがあるんですが、覚えてますか？基板の場合は EasyEDA っていうブラウザ上の設計ツールから直接発注できます。発注ボタンを押すだけで必要なファイルが全部自動で作られてそのまま注文できるんですね。しかも基板に載せる細かい電子部品、抵抗やコネクタとかのハンダ付けも全部お任せできるので、届いた時点でもう使える状態なんです。詳しくは前回の動画で紹介しているので、興味のある方はそちらもぜひチェックしてみてください。そして JLC-PCB は基板だけじゃなくて 3D プリントサービスもやっているんですね。3D プリンターって自分で持っていれば自分で作れるんですけれども、このパーツだけは光造形で作りたいとか金属で作りたいっていう時ってあると思うんです。そういう家ではちょっと難しい素材や方式でプリントしたい時に JLC-PCB に依頼できる。個人でも利用しやすい価格でサポートも丁寧なのでおすすめできるサービスです。では今回の 3D プリントの発注をやっていきましょう。発注は驚くほど簡単です。さっきの STL データをドラッグ&ドロップしましょう。素材リストからメタルを選んで、今回はステンレス 316L にしましょう。そうすると見積もり金額は瞬時に出てくるので安心です。あと今回すごく良かったのが発注後にモデルをチェックしてくれるんですね。ここ薄すぎますとか、この形状だと歪むかもしれませんがいいですかってメールでサポートをしていただけました。こちらで想定していなかった問題もちゃんとフィードバックしてくれて、きっちり製造できる形に持っていってくれる。これすごく安心感がありました。発送についても発送しました、いつ届きますと全部メールで連絡が来るので、届くまで安心して待てますね。概要欄にクーポンのリンクを貼っておきますので、ぜひ使ってみてください。届きました。梱包もしっかりされています。やっぱり金属は存在感が違いますね。PLA とは全く違うこの冷たさと重み。
ちょっと測ってみましょうか。 PLA が 19g、 金属が 450g、 やっぱり全然違いますね。このずっしり感、数字で見るとより伝わると思います。そして見てください。直線がビシッと出てます。チャット GPT に書いてもらったコード通りですね。あと PLA だと角がとんがって出るんですけど、金属の方は発注の前にフィレットをかけたのでちゃんと丸みを持たせて仕上がっています。というわけで今回はチャット GPT フュージョン金属 3D プリントをやってみました。こういう違うアプローチを知っているだけで作れるものがまた変わってきますよね。フュージョンの操作を覚えるのは大変でも、チャット GPT にコードを書いてと頼めばショートカットできる。こういう技もあるんだって面白いなと思っていただけたら嬉しいです。家庭用の 3D プリンターってできることってどんどん広がっていますけど、さすがに金属は作れないですよね。でもモデリングは自分でやって製造だけプロにお願いするっていうやり方もあるんです。フィギュアのパーツを金属にしたいとか、光造形で綺麗に仕上げたいとか、そういう時に JLC-PCB のようなサービスを使うのはすごくいいと思います。皆さんもこんなの作ってみたいけどモデリング難しそうって諦めていたものがあれば、一度チャット GPT にコードを書いてもらってみてください。案外できちゃうかもしれません。こんなのやってみましたっていうのがあれば、ぜひコメントで教えてください。この動画が参考になったら、ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。編集後期です。さて、今回の JLC-PCB さんの回も社長の企画会でした。ちょっと難しく感じた方もいるかもしれませんね。実は社長企画結構ファンがいまして、前回の JLC-PCB さんに基板を発注した動画も回路設計からフュージョンで LED をセットするパーツまで全部社長が担当していたんです。こういうカチッとしたものづくりが得意なんですよね。あの動画を公開した後、基板をゼロから設計する動画が見たいというリクエストもいただきました。ちなみに今回の星、実はクリスマスツリーのオーナメントにしようと思って作ったんです。ツリーのてっぺんに飾る星を金属で作ったらかっこいいかなって出来上がってきたら 450g、 重すぎてとてもじゃないけどツリーには吊るせませんでした。というわけで今は文鎮として活躍しています。皆さん、今回の動画どうでしたか？普段は私の初心者に向けた解説動画が多いですけれども、こういう難しめの路線の動画を見てみたいっていう人はぜひコメントで教えてください。社長の企画会が増えるかもしれません。またこんな企画の動画が見たいなっていうのがあればコメントでぜひ教えてください。では 3D モデリングライフ、これからも楽しんでいきましょう。